こんにちは、しょちこです。今日の動画は手帳で始める家計簿です。ようやく家計簿のフォーマットが完成しました。今まで家計簿というものをつけたことがないので、長年お金の動きが全く把握できてない生活で、気づいたらカードの支払いがなかなか危険なお金の管理をしてました。いやー、怖いですね。そんなズボラすぎる私でも続けられるようにかなりシンプルな家計簿を作ったので、早速紹介していきます。家計簿は手帳の中に入れているので少なめでシンプルです。一月見開き2ページでやっていきます。毎日使った金額を書いたりとまめな作業ができないので、とにかく一目で1ヶ月の収支が分かればいいかなという感じです。家計簿全体の表紙はこちら。インデックスのすぐ後のページですね。1年を通しての貯金額を書けるようにしました。年間の目標貯金額、そして実際の貯金額を書ける欄になってます。そしてめくると1ヶ月の収支を管理するページです。左のページの全体の項目はざっくり3つに分けてます。月の収入を書くところ、毎月の変動固定費用のそれぞれの予算と実際使った金額両方を書くところ、最後に予算でやりくりした差額残金を書くところです。左側が予算、右側が実際にかかったお金を書きます。そして右ページの2ページ目ですね。変動する食費、日用品を週単位でどのぐらい使ったかを書いて支出を確認できるページです。食費、日用品だけは週ごとに予算を立てて決めた予算内で1週間を過ごすという感じです。光熱費と家賃の支払いは私が担当じゃないんですけど、月ごとにどのくらい光熱費がかかったかを知りたいので記入できるところも作りました。レシートはこの無印の引き出しに項目別に入れてあるので、週終わりでも月終わりでも自分のタイミングいい時に計算をするようにしてます。毎日使った金額とか書くことができないので、ゆるりとした家計簿です。次は予算の袋分けです。収入分すべてを下ろしています。そしてその月のイベント、誕生日とか、あと休日がどのぐらいかなをざっくり考えて、それぞれの項目ごとに予算を立ててこの袋に入れていきます。ちなみにこの項目のシールはキッタのシールを使ってます。食費と日用品だけは週ごとに予算を立てています。月によって4週の月もあれば5週の時もあるので、ここに1週間いくらで何週間あるかを書いて合計予算を袋に入れます。そしてクレジットカードの専用の袋です。クレジットの袋だけは分かりやすく黒にしました。袋の中にクレジットカードを利用した項目を書ける紙を一緒に入れてます。クレジットを使ったらその日に現金をクレジット専用の袋に入れます。使った日、内容、金額をこの紙に書きます。左上のグレーの丸にその月を書いて、支払い日は右上に書きます。このクレジットカード専用の袋を作っていて気づいちゃったんですけど、とっても今更なんですが、自分の使ってるクレジットカードが月始めから月末締めじゃなくて10日から10日っていう厄介なことが発覚したので、
銀行へ入金するときに分かるように仕切りを作って入れることにしました。ちょっとめんどくさいんですけど、もうカードを変えたりする方が大変なのでこれでいきます。結構キャッシュレスなので袋分け戦法悩んだんですが、家計簿初心者なのでまずは現金管理からしっかりやっていきたいと思います。今日の動画は手帳で始める家計簿を紹介しました。現金だったりクレジットカードだったり電子マネーだったり、もう支払い方法が今はかなり多いのでフォーマット作り自体が結構大変だったんですけど、まずは収入に対して何にどのくらいお金が使われているかを知れればいいかなと思います。クレジットカードも使うんですが、袋へ入れるのを忘れちゃいそうなので、家計簿つけ始めはなるべく現金を使うようにしています。次は実際に書き込んだり使ってみた動画を作れたらなと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また遊びに来てください。しょちこでした。